4人の少年たちが一斉に住宅へ押し入り、69歳の女性に刃物を20箇所以上も突き立てたのだ。20箇所以上ってもはや殺意どころじゃないわ。しかもその場で指示を出していたのは現場にいない別の人間だったのだ。スマートフォンのアプリ越しに遠隔で命令を飛ばしていたのだ。現場の外から操っていたってこと？まるで駒を動かすゲームみたいでゾッとするわ。指示役の男は逮捕直前、海外逃亡しようと羽田空港の保安検査場を通り抜けようとしていたのだ。一方で妻は生後7ヶ月の娘を連れ、偽名でホテルに潜伏していたのだ。なぜ28歳の男は未成年の少年4人を使い捨ての道具として動員し、一家を襲わせたのか、その構図の全貌に迫るのだ。2026年5月14日、栃木県上三川町の農家住宅を6人が急襲したのだ。農業法人を経営していた富山英子さん69歳が命を奪われたのだ。農家の住宅に6人も押し入ったなんて組織的すぎるわ。なぜこの家が狙われたの？富山さん一家はごぼうやいちご農家として成功した地元の資産家として知られていたのだ。事件の約1ヶ月前、すでに下見が始まっていたのだ。下見まで？完全に計画的な犯行ね。指示役とみられる竹前海斗容疑者28歳は横浜市在住の無職だったのだ。2021年にわいせつ誘拐で一度逮捕されながら不起訴となり、その後も活動を続けていたと報じられているのだ。前科になっていない前歴があったのに野放しにされていたってこと？それがこの事件につながったのなら許せないわ。海斗容疑者は神奈川県在住の16歳の男子高校生4人を実行役として集めたのだ。そのうち少なくとも1人が別の2人を勧誘していたと伝えられているのだ。16歳の高校生が4人もどうやって引き込まれたのかしら。捜査本部は匿名、流動型犯罪グループ、いわゆるによる犯行の可能性を調べているのだ。SNS などを通じて緩やかにつながり、金銭で実行役を募る手口が疑われているのだ。顔も知らない大人に指示されて少年たちが凶器を持たされて送り込まれたということよね。組織の構造が本当に恐ろしいわ。海斗容疑者の妻、竹前美優容疑者25歳も逮捕されているのだ。夫婦は凶器を事前に準備して少年側に渡し、犯行当日は現場の外からアプリで指示を出していたと見られているのだ。夫婦2人で死亡していたってこと？しかも現場には一切姿を見せずに。では標的となった富山英子さんとはどんな人物だったのか。地域の農業を長年支えてきた女性で、農業法人を一家で切り盛りし、地元では顔の広い存在だったと伝えられているのだ。ごぼうやいちごを育てて地域に根ざして生きてきた方がこんな形で命を奪われるなんて本当に胸が痛いわ。息子2人もこの襲撃で怪我を負っているのだ。家族全員が被害を受けた凄惨な現場だったのだ。一家全員が狙われたので資産家だからというだけでこんな暴力に巻き込まれるなんてあまりにも理不尽すぎるわよ。事件当日2026年5月14日の朝、高校生4人は神奈川県から栃木県上三川町へと移動し、午前9時23分頃、富山英子さんの自宅に押し入ったのだ。朝の9時台に押し入ったの？白昼堂々すぎるわ。この後、事態は急転するのだ。少年たちは事前に竹前夫婦から手渡された凶器を手に、玄関から家の中へ踏み込んだのだ。富山英子さんはその場で少年たちと鉢合わせになり、抵抗しようとしたと見られているのだ。少年の一人が刃物を右手に構え、英子さんめがけて連続して振り下ろしたのだ。英子さんの体には20箇所以上の刺し傷が残されており、傷は内臓にまで達していたと報じられているのだ。現場には英子さんの悲鳴と物音が響いたとされ、異変に気づいた息子2人が駆けつけたところを少年たちに襲われ、2人とも怪我を負ったのだ。家族が助けに来たところまで狙われるなんてあまりにも残酷すぎるわ。竹前海斗容疑者と美優容疑者は犯行中、現場外からスマートフォンのアプリを使ってリアルタイムで少年たちに指示を送っていたと見られているのだ。現場から離れた場所で画面を見ながら指示を出していたってこと？まるで自分は安全圏にいるつもりで。事件発生当日、現場付近で高校生 A が確保、逮捕され、翌15日に B、16日に C と D が次々と逮捕されたのだ。そして5月17日、竹前海斗容疑者は羽田空港の国際線保安検査場でソウル経由バンコク行きの便に搭乗しようとしたところを逮捕されたのだ。逃げようとしていたのね。娘を置いたままで。美優容疑者は生後7ヶ月の娘を連れ、神奈川県内のビジネスホテルに偽名で潜伏していたところを逮捕されたのだ。証拠隠滅を図ろうとした疑いも持たれているのだ。その後、6人は被害者の飼い犬を殺した疑いでも追送検され、2026年6月29日に夫婦が起訴。少年4人は同月26日に家庭裁判所へ送致されているのだ。なお少年4人については少年法の規定により
刑事処分ではなく家庭裁判所が処遇を決定することになるのだ。ここからは僕とメタンの見解を話したいのだ。事実だけじゃわからない部分について私たちなりに考えてみるわよ。まず考えたいのは、なぜ16歳の高校生たちが見ず知らずの夫婦の指示を受けて殺人にまで加担できたのかという点なのだ。普通に考えたらそんな話に乗るわけないじゃない。何かがあったはずよね。僕が注目したのは、高校生のうち1人が少なくとも別の2人を勧誘していたという点なのだ。最初に取り込まれた1人が信頼できる友人として仲間を引き込む構造になっていたのだ。身近な友達から声をかけられたら警戒心が薄れてしまうわよね。組織への取り込みには段階があるのだ。最初はちょっとした仕事、簡単に稼げるという入り口が用意されていて、断れない状況を少しずつ作っていくのだ。気づいた時にはもう抜け出せなくなっていたということかしら。そうなのだ。実際事件当日に初めて全員が集合したという点が重要で、少年たちは互いをよく知らないまま犯行に及んでいたのだ。孤立した状態で指示役だけを信頼する構図が作られていたのだと思うのだ。それって完全に逃げ場を防いだ条例の支配じゃないの。許せないわ。さらに深刻なのは、自分は大丈夫という感覚なのだ。16歳の少年にとってネット上の指示役は現実感が薄く、犯罪に加担しているという自覚が鈍くなりやすいのだと思うのだ。画面の向こうの指示だから罪の重さが実感できなかったのかもしれないわね。僕はやっぱりこの事件の本質は、取り込む側が心理的な逃げ道を徹底して塞いでいた点にあると思うのだ。誰でも条件さえ整えば引き込まれる危険性があるのだ。私も同じよ。自分は騙されないと思っている人ほど最初の一歩を見落とすのかもしれないわ。次に考えたいのは、建前海斗という人物がどうやって16歳の少年たちを動かし続けたかという点なのだ。カリスマ性、恐怖支配、金銭的依存、このうちどれが中心だったのかが重要なのだと思うのだ。金銭的な依存が一番大きかったんじゃないかしら。10代の少年に現金を渡し続けることで関係を切れなくさせていたと考えると納得できるわ。それは確かに大きいのだ。ただ海斗容疑者が事前に凶器を準備して渡し、当日はアプリで遠隔指示を出していたという点を見ると、単なる金の関係ではなく綿密な管理と恐怖の組み合わせだったと思うのだ。逃げようとしてもすでに凶器を受け取った時点で共犯関係が成立してるもの。それを分かった上で渡していたとしたら相当狡猾よね。しかも海斗容疑者には2021年にわいせつ誘拐での逮捕歴があったにもかかわらず、不起訴で釈放されていたのだ。その後も類似した手口で未成年に接触し続けていた可能性があるのに、社会は止められなかったのだ。不起訴になったことで本人も周囲も問題ないと思い込んでしまったのかもしれないわ。それが今回の悲劇につながったとしたら司法の判断は問われるわよね。行政や警察の側もと呼ばれる匿名流動型犯罪グループへの対応が後手に回っていたのだ。グループの構造が見えにくく、指示役と実行役が直接会わない設計になっているため、摘発の糸口をつかみにくかったのだと思うのだ。被害者一家が狙われたのも事前の下見や情報収集が周囲に気づかれないまま進んでいたからよね。組織が巧妙に動いていたのに止める仕組みが追いついていなかったのが悔しいわ。メディアもの実態をリアルタイムで報じきれていなかったのだ。個別の逮捕事例は伝わっても、その背後にある組織の広がりが社会に共有されるまでには時間がかかっていたのだと思うのだ。情報が後から出てきても被害者は戻らないわよ。早期に実態を可視化する仕組みが必要だったはずよ。そして見落とせないのは、逃亡、証拠隠滅の準備が逮捕直前まで周到に行われていた点なのだ。海斗容疑者は国際線の保安検査を通過しようとし、三湯容疑者は生後7ヶ月の娘を連れてビジネスホテルに偽名で潜伏していたのだ。犯行後も組織的に動いていたってことよね。それだけ準備されていたなら、もし逮捕が1日遅れていたら海外逃亡が成功していたかもしれないわ。僕はやっぱりこの事件の根本には、不起訴という免罪符が再犯リスクを温存したという構造的な失敗があると思うのだ。司法、行政、メディアそれぞれが早い段階で危険信号を共有できていれば、富山栄子さんの命は守れたはずなのだ。私も同じよ。個人の凶悪さだけで語ってしまうとまた同じことが繰り返されるわ。仕組みとして見直さなければ次の被害者が出てしまうのよね。というわけで今回は栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件とその背後にある組織的犯行の構造を解説したのだ。どうだったメタン？改めて整理すると本当に恐ろしい事件だったわ。16歳の少年たちがスマートフォン越しの指示で動かされ一人の命が奪われたという事実が重くのしかかるわ。不起訴という過去の判断が連鎖した末の悲劇だと思うと怒りと悲しみが入り込んじるのよね。富山栄子さんは69歳で
地元でごぼうやイチゴを育て一家を支え続けた人だったのだ。その命が計画された強盗のために奪われたという事実は決して忘れてはいけないのだ。A子さんのご冥福を心からお祈りするわ。ここまで見てくれてありがとうなのだ。チャンネル登録と高評価をしてくれると嬉しいわ。概要欄に再生リストも貼ってあるからぜひ見てほしいのだ。コメント欄ではこの事件についてみんなの意見を聞かせてね。また明日なのだ。